どうせ自分なんて何をやってもダメだ。周りの目が気になって自分らしさなんて発揮できない。もしあなたがこんな風に自分に自信を持てず一人で苦しんでいるのであれば、この動画はあなたのためのものです。こんにちは、マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。さて、今回のテーマですね。もしあなたが自己成長とか能力開花に興味があるのであれば、今回のテーマの自己肯定感ですね。っていう言葉は、一度は耳にしたことあるんじゃないですかね。ていうか、ここ数年ですげえ爆発的に述べた言葉ですよね。自己肯定感って。モチベを上げるとか、空気を読むとか、そんな風な感じで、今や日常会話に普通に出てくるワードですよね。で、そして、今日の話っていうのは、巷でよく聞く、よっしゃ、ポジティブになろう、前向きに生きよう、明るく元気よくいこう、みたいな。そういうふわふわしたものじゃなくて、科学的に、自己肯定感っていうのは、感情の一種であって、で、感情っていうのは、その感情が発露する回路があるんですよね。なんで、自己肯定感の低さとか、自分に自信を持てないっていう感覚ですね。ってのは、心が弱いわけではなくて、その正体は、脳の仕組みによって作られた、思考の癖なんですね。で、自己肯定感っていうのはそもそも何かと言われたら、そのままですね、自己を肯定する感覚。単に自信を持つとかではなくて、いいところも悪いところも含めて、いっかっていう、楽観性ともちょっと似てるんですけど、投げやりになってる感覚ではなくて、自分という存在そのものを、受け入れられてる感覚のことを言いますね。自己肯定感の高い、究極系は何かと言われたら、もし生まれ変わってもまた私でいたいって思えることが、自己肯定感の究極系と言えますね。もういいところも悪いところも含めて、自分を全て受け入れないと出てこない言葉ですもんね。生まれ変わっても私でいたいなんでね。脳には脳の可塑性って言って、細胞ってのは増やすこともできるし、その神経回路っていうのは、使えば使うほど、太く、強化されていく、その動作が発生するまでの流れ、感情の流れとか、そういうのも含めて回路ですね。っていうのは強化できるんですね。つまり、筋トレと一緒で、心の筋トレみたいなのをすることで、自己肯定感は、誰でも高めることができます。なので、この動画を見れば、あなたは、自己肯定感が下がる仕組み、無意識にネガティブになっちゃう、思考の癖、そういうのを自動思考って言うんですけどね。その仕組みを知って、科学的に、自己肯定感を高める方法ですね、を知ることができるでしょう。なんで、よかったらぜひとも最後までご視聴お願いします。ちょっと余談なんですけど、この度チャンネル登録者100人来ました。パチ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 。いやー、ひとえに皆様のおかげです。ありがとうございます。これまで見てくださった方も、今日が初めてだよっていう方も、どうかよかったら、末永くよろしくお願いします。ちょっと重いかな気楽に、通勤中とか、帰り道とか、あとは散歩中とかね、聞きやすい時にいろいろラジオ感覚で聞いていただければと思います。なのでね、今回のテーマは100人いったしどうしようと思ってて、そう。自己肯定感っていうビッグテーマ。このチャンネルのコンセプトは、強くなるっていうことですね。そのための自己成長であり、能力開花を促すノウハウを発信していくっていうコンセプトなんですけど、自己肯定感ってのは、その中でも欠かせないビッグテーマの一つかなっていうことで、いつかはやろうと思ってたんですけど、100人記念でもないですけど、ちょうど節目ということで、今回やっていこうかなって感じですね。脳を鍛え、メンタルを安定させ、思考を整えれば最強になれるというコンセプトでやっております。ぜひとも、そういうふうに、心を鍛える方法とか、脳を鍛える方法とか、また思考術とかですね。いろいろ動画を上げているので、よかったらそちらも見ていってください。ちょっと前置き長くなりましたが、それでは自己肯定感を高める方法いきましょう。まず結論から言うと、自己肯定感が低くなっちゃう、自分を受け入れられなくなる、自己否定癖ができちゃうってのが、過去の経験ですね、によって、脳に刷り込まれた、自分を責めちゃう、脳の思考の自動プログラムなんですね。何かあるたびに、やっぱりダメだったみたいなね。そういう風な思考が自然に湧いちゃうみたいなね。自動的に過程になっちゃう思考、自動思考って言うんですけど、これが自己肯定感を下げる、根本的な原因の一つと言われてますね。このダメなパターンを覚えていくっていうプログラムが強力すぎると、何かを成し遂げようみたいな、何かをチャレンジしてみようっていう気持ちがそがれたり、あとは、人間関係に臆病になって、私なんかが話しかけてもみたいなね。そう。相手を楽しませるなんて自分にはできるんだろうかみたいなね。
私なんてって思ってると、まあ人間関係に踏み込めなくなるみたいなね。まあそういうデメリットがありますね。で、自己実現ってのは、まあ自分の能力を最大限、いつでも100%発揮できるようになることを、まあ自己実現って言うんですけど、まあ自分のいいところも悪いところも全て受け入れられてる感覚ってのも、まあ自己実現には欠かせない感覚ですね。なんで、この自動思考、自分はなんてダメなんだっていうプログラムを、まあ自分の成長にフォーカスできるように、まあ書き換えるっていうのは、まあ自己実現を求めるのであれば、まあ必要なプロセスですね。まあネガティブな感情で自分の精神を抑圧してるからこそ、なんか絵とか音楽とかそういう芸術的なもので、まあ、感情を何かの形に変換して表すみたいな芸術にした時に爆発的なエネルギーになって人を感動させるような作品が生み出されたりはするんですけど、まあ時と場合ですよね。まあこういう自分を強くするとか、まあこのチャンネルのコンセプトですね。まあ、精神的成長を求めるのであれば、やはりまあ自己成長は高い方がいいので、まあ、今回はまあそのテーマを話していこうって感じですね。まあどんなものもコインの裏表ですね。いい面もあれば悪い面もあって、まあ適材適所。この状況、このパターンの時はうまくいくけど、この状況、このパターンの時はうまくいかないみたいなね。田んぼに樹木は育たないみたいなね。田んぼには稲を植えるから、まあ育つみたいなね。そうそうそう。まあ植物とかと一緒ですね。めちゃくちゃ水気、湿気の多いとこを好む植物もあれば、水を与えすぎちゃうとすぐ枯れちゃう。まあ乾燥気味に育てないとうまく育たないみたいなのもありますしね。まあ脳のプログラムも一緒ですね。で今回の場合は、まあ精神的成長を求める人であれば、あとはまあ自分に自信を持ちたいとか、まあ、自己否定、ネガティブになっちゃうのを直したいみたいな人のための動画ですね。で、ネガティブになりやすいっていう、まあ今のあなたの脳の作り的にどうなっているかと言われたら、まあ例えるならまあ高速道路ですね。まあ自分を責めるという目的になっちゃうんです。るんですよね。その自分を責めることっていう目的に向かって今高速道路が何本もつながってるっていうそんなイメージですね。これをしたら、あ、やっぱりダメだった。私ダメだ。ビヨンみたいなね。腹痛でまあ行くような回路が出来上がっちゃってるのが、まあ自己肯定感が低くなる。まあ最大の理由ですね。まあ脳ってのはまあなるべく省エネ、まあ生存本能。いざという時にまあ本気出して逃げれるように、まあ、全力で逃げれるようにエネルギーを取っておく、保存しておきたいっていう性質があるんですよね。これがあるからめんどくさいと感じたりとか、重要じゃないっていう思えることはどうでもいいって感情がわかんなかったりするんですよね。それに割くエネルギーを、まあ、温存するためにですね。で、この脳の高速道路みたいなね、自動思考、まあ、出来上がった回路を、まあ、つまり使いたがるんですね。何かの出来事があって、まあ、反応したら、その一番太くて速い回路を使うっていうかね。まあ、なんで、まあ、高速道路っていう例えが合ってるかな。まあ、そういう神経回路、道を、脳の回路を選びやすいっていうのがありますね。なんで、まあ、自己肯定感を高めるっていうのは、まあ、この道路をちょっとずつ修正してって、みたいな。自分を責めるっていう目的地から、まあ、自分を受け入れるっていう、まあこれでいいかみたいなね。そうそうそう。まあ、ある意味楽観的な、そうそうそう、そういう目的に行けるように書き換えていくみたいなね。そうそうそう、そんなイメージですね。まあいいかってまあ投げやりな感じじゃなくて、まあ自分を励ましたり、喜ばせたりですね。あとは自分を認めるっていう感覚、まあ自己肯定感の核をなす感覚ですね。自分を求めるっていう目的地にたどり着くための道路みたいなね、そういうのに切り替える。新しく道を一本ずつ作っていって、まあ、その道をまあつなげて、まあ、太くしたりね、そう強化したりとか、まあ、そうやってまあ脳の回路っていうのはどんどん太くなって、まあ、自動思考ですね。まあ、無意識にでもその作り上げた回路っていうのはまあ使えるようになります。で、もう少し具体的に言うと、まあ、なぜその高速道路が作られるかですね。まあ、科学的エビデンスのある言葉で説明していきます。まあ、1個目が、まあ、ネガティビティバイアスと言われる、まあ、思考の偏りがあることですね。まあ、人間ってのは、まあ、ポジティブな情報よりもネガティブな情報の方が3倍以上反応すると言われてるんですね。まあ、危険なものは命に関わるようなもの、そういうものに、まあ、恐怖を抱くものですね。に反応することで、まあ、生き残ってきたっていう、まあ、祖先の、まあ、子孫なんで、まあ、そういうふうに、まあ、危険とかに反応してきた人たちの生き残りの遺伝子を、まあ、強く持ってるってことですね。なんで、まあ、ネガティブ寄りになっちゃうのは、まあ、仕方ないことっていうのが、まあ、大前提としてありますね。で、二つ目が、まあ、先ほども何回か言ってる、まあ、自動思考ですね。で、自動思考っていうのは、まあ、ポジティブなものでも、ネガティブなものでも、まあ、使えば使うほど、まあ、道路が増えていき、まあ、強化されていくっていうのがあるんですけど、そういう自己否定癖への回路、自動思考っていうのも、まあ、ちっちゃい頃からの、まあ、失敗の連続みたいなね。ほら、ダメだったみたいな経験が増えることで、まあ、そういうネガティブな自己肯定感を下げる回路が、まあ、太くなって、
ていくっていうのがありますね。で、3つ目が認知の歪み、偏りですね。人の失敗ってなんか笑って思えるというか、そう、大したことのないように感じるじゃないですか。でも本人にとってはものすごく重要だし大事だし、これをミスったら全て終わるみたいなね、そういう重いものだったりしますよね。本人と他人とで、その失敗への大きさとか評価が変わるってことなんで、やっぱりそこには思考の偏り、認知の歪みがあるってことですね。で、自己肯定感が低い、その自分を責めちゃう回路が太い状態のものを持っていると、その物事をそのありのまま見るっていうのができなくなっちゃうんですよね、だんだんと。たった一度のミスでも、全部ダメだ、もう無理みたいなね。そう、心が折れたりね。あの人が今不機嫌なのは自分のせいだみたいなね。根拠のない憶測を勝手に自分に結びつけて落ち込んだりね。認知の歪みですね。事実ではない思い込み、自分に対する良くない思い込みっていうのが自己肯定感をどんどん下げていく原因になりますね。なんで自己肯定感が低くなる、仕組みとしては、まとめると、本来人ってのはポジティブなものより、ネガティブなものに意識が向きやすくなっちゃうっていう、遺伝子というか、思考回路を生まれつき持ってるのと、あとは、ちっちゃい頃からの失敗経験ですね。ダメパターンを覚えとくっていう、生存本能に結びついた思考回路がちょっとのミスで、どんどん強化されていくみたいなね。ほら、やっぱりね、失敗したみたいな自動思考になっちゃう。ネガティブな自動思考になっちゃうっていうのと、あとはそのネガティブな自動思考が強化されたせいで、何が起こってもネガティブな出来事を自分と結びつけちゃう。根拠のないものでもね。そういう認知の歪みですね。で、どんどんネガティブになりやすく、評価されやすく、自動思考でまさに負のループですね。で、自己肯定感が低い人が陥ってる、3つの原因ですね。で、お待たせいたしました。これからが、この動画の核というか本題ですね。先ほど言った、脳の自分を責める高速道路ですね。自動思考の回路ですね。の、交通量を減らし、自分を認める新しい目的地ですね。を作るための方法を3つほど紹介していきたいと思います。まず1個目が、思考の歪みを修正するセルフ認知行動療法ですね。これは暴走しがちな感情、自分はやっぱりダメだったみたいなね。なんてダメなやつなんだ。私のことが嫌いみたいなね。そういうネガティブな感情ですね。を、理性の力でコントロールするっていう方法ですね。認知行動療法とは、自分の状態を正しく、客観的に認知することで、行動を修正していって、その行動を修正していくことで、脳の回路を正しいものに変えていく。自分の状態を正しく把握して、行動を修正して思考を整えていくみたいな、そんなイメージですね。それが認知行動療法ですね。で、その歪んでるルート、断崖絶壁に行くようなルートみたいな、森の中を突っ切っていくルートみたいなね。そう、たまにカーナビ通り行くと、何この道ほんと通れるのみたいな。ちょっと遠回りでもさっきの道の方良くなかったみたいなね。茨の道に自ら突っ込むみたいなね。そういう神経回路、認知の歪みによって、その心の、なんつうか、断崖絶壁に行かないようにね、修正していくっていう方法ですね。心の断崖絶壁っていいな。いいワードだわ。タイトルにしようかな。心の断崖絶壁から回避するみたいなね。それはまず置いといて、やり方ですね。落ち込んだり、自分を責めるような、そういう出来事が起こった時に、ノートにその時の状況と、その時感じた感情と、あとは考えられる自動思考ですね。無意識にそういう考え方になっちゃったっていう自動思考、この3つを書き出します。で、例えば、会議で何も発言できなかったっていう、状況があったとして、感情は、何も発言できない。自分の言いたいことが何も言えないっていう自己嫌悪ですね。っていう感情が湧いて、で、自動思考ってのは、自分の意見すら言えない。みんなは自分のことを役立たずだ。いる価値がないと思ってるみたいなね。そういうネガティブな思考に、自動的になっちゃう。そういう結論になっちゃうみたいなね。そういうのを書き出していきますね。で、その書き出したものを見ながら、客観的に、探偵とか弁護士とか、そういう警察とか、そういう証拠を探す人になったつもりで、その自動思考、矛盾を指摘する証拠ですね。その考え方は現実的じゃないですよ、歪んでますよ、みたいな、正しくないですよっていう証拠を探していくっていう作業をしていきます。例えば、以前、〇〇さんから、君の意見はすごく参考になるよって言われたとか、あとは、そもそも会議で発言してる人は全体の1割2割、3人ぐらいしかいないよね、みたいな。とか、全く発言してない人もいるけど、私はその人に対して何も感じないな、みたいなね。
そういう、なんつうか、そう、自分のネガティブになっちゃう自動思考のもとを、反対するような意見を、どんどん書き出していくっていうやり方ですね。で、最後にその書き出した反証をもとに、反対意見をもとに、一番バランスの取れて、現実的な思考ですね。誰が見ても、誰が考えても、間違いないだろうみたいな。ネガティブな要素は少ないだろうみたいな思考ですね。こういうのを適応的思考って言うんですけどね。現実の状況に適応するための、リアルな思考というか、地に足のついた思考、再現性のある思考ですね、をすることですね。例えば先ほどの例で言ったら、今回は発言できなかったけど、それで俺の価値が全て決まるわけじゃない。で、自分には意見があって、それを言い出せなかっただけなんで、言い出せるようになるには、もっと自分の考えに自信を持てるようにならなければな。よし、次の会議までに自分の意見を簡単なことでもいいんで一つは言えるようになるぞ、みたいなね。そういうふうに、建設的な、現実的なね、考え方を、なんか心がけるというか、次の目標にするみたいなね、感じですね。このやり方のエビデンスですね。認知行動療法っていうのは、精神科医のアーロン・ベック博士によって、開発されて、うつ病の標準的な治療法として、世界中で、用いられてる、角度の高いやり方と言われてますね。もう科学的エビデンスのある証拠ってことですよね。治療法として確立するってことは。効果が、少なからず、あるからこそ、治療法として確立してるわけですからね。で、この先ほど言った、一連のプロセスっていうのは、状況とか行動、実際にした行動を書き出し、それに対する感情を書き出し、それの行動に対して自動的に湧いた思考を書き出すっていう流れですね。で、その自動的に湧いた思考、ネガティブな思考、認知の歪みを修正するような、反証とか、歪みとか思い込みを取っ払うような考え方ですね。新しい思考、考え方をするですね。っていうこの一連の流れっていうのは、客観的な事実に基づいて、認知、考え方を再構築する、プロセスと言えますね。この事実と感情を切り離して、理性的に物事を見る、客観的に物事を見る、自分自身を第三者目線で見るっていうのをメタ認知って言うんですけど、これを繰り返すことで、ネガティブな自動思考につながる神経回路が弱まり、ネガティブな思い込み、そういう自動思考に行っちゃうっていうその出発点ですね。道路に検問を置くようなイメージですかね。検問とか標識を置いて、この道渡るべからずみたいな標識を置くみたいなイメージかな。理性的になるっていうのは。このルートはダメだから別のルートを行こうみたいなね。そういうのができる。入り口に通行止めの看板を立てるみたいな、そんなイメージですね。で、認知行動療法によって、前頭前野ですね。このチャンネルで何度も出てくるんですけど、脳の司令塔ですね。感情コントロールしたり、意思決定したり、計画立てたりとかですね。そういう知性を象徴する脳の司令塔と言われている脳の部位があるんですけども、そこが活性化され、つまりより冷静で、柔軟な思考ができるようになると言われてますね。自分の考えや感情を書き出して分析して修正する。これだけですね。最初はちょっと難しいかもしれないですけど、慣れていくうちに、私ってこういう考え方してるんだ。これがもし親とか兄弟、友達がしてたら、私は違うって否定するだろうな、みたいなね。こういうふうに考えた方がいいと思うよ、みたいな。そういうのが、できてくるようになるんで、ぜひとも試してみてください。で、自己肯定感を高める方法の2つ目ですね。詳しくはあんまりやらないんですけど、自己効力感を高めるですね。自己効力感を高めることで、自己肯定感も必然的に上がっていくっていう、そんな感じですね。自己効力感に関してはまた次の動画で説明するんですけど、ここでは自己肯定感を高めることにフォーカスした自己効力感を高める方法ですね。自己効力感っていうのは自分の能力への自信というか、自分はやればできるという感覚ですね。これってやっぱり自己肯定感が低かったら起こらない感覚なので、自己効力感を高めることで、自動的に自己肯定感も上げていくみたいな、そんなイメージですね。上の概念を上げることで下の概念も引っ張られていくみたいな。操り人形とかで頭を引き上げれば足も勝手に背筋もピンって伸びてくるみたいなね。そんなイメージですね。で、この自己肯定感を高める自己効力感を育てる方法として、ちょっとややこしいけど、ネガティブな自動思考になっちゃうっていうのは、行動した時にネガティブな結果が起こって、やっぱりダメだったっていう自動思考になることで、その自分を責めるっていう目的地にたどり着く高速道路に乗っちゃうっていうのが原因にあるって言ったんですけど、ならばなんていうか、やっぱりダメだったじゃなくて、ほら、頑張ればできたみたいな、そういう自動思考。
自分を励ます、自分を認めるっていう目的地にたどり着く高速道路に乗るためのその出発点みたいなね。っていうので、自己効力感を高める方法で、行動できたらすぐ自分を褒めるっていうやり方ですね。行動活性化法って言うんですけどね。要は小さな達成目標を決めて、やれば確実に100% 自分ならできるっていう目標を立てて、それをことあるごとに達成していくっていうやり方ですね。ほら、やっぱりダメだったの反対の、ほら、やっぱりできたみたいなね。そうそうそう。そういう自動思考が、無意識に出てくるようになるまで、その 100% できる達成目標をやり続けるですね。そういうことで、その自分を認める、褒める、自己肯定感を高める高速道路に乗るように、その道路を強化していこうっていう話ですね。イメージとしてはね。例えば、朝起きたらカーテンを開けるとか、寝る前に明日の予定を立てるとか、1日本を1ページだけ読むとか、あとは、寝起きに5分間瞑想するとか、休日は必ず散歩に出かけるとか、そういうめちゃくちゃハードルの低い、やろうと思えば誰でもできることですね。ってのを、やっていくっていう感じですね。で、終わった後に、やればできるやん、みたいな。そうそうそう。自分をすかさず褒めていくみたいなね。ほら、やっぱりできたっていう自動思考を、最初は自動じゃないんですけど、自分で言い続ける。言い続けていくうちに、勝手に、ほら、やっぱりできたみたいなね。そういう自動思考、ポジティブな方の思考、自動思考ですね。ができるようになるんで、ぜひ、試してみてください。で、この方法の科学的根拠は、エビデンスですね。最初にも言った通り、脳には可塑性って言って、神経回路っていうのを使えば使うほど強化されていくんで、ちっちゃなことでもいいんで、ほら、やっぱりできたって経験を増やすことで、自動思考ですね。の回路も強化されていくので、私はやればできるんだみたいなね、自己効力感を高める自動思考ですね。が、だんだん強化されていくので、それをやっていきましょうっていうことですね。で、小さなことでもいいんで、目標を達成すると、脳内では快感とか、意欲、やる気って言われるものですね。に関わる神経伝達物質の、ドーパミンっていう物質が、分泌されます。で、ドーパミンってのは、快感を得ることによって、行動を強化するというか、快感になるような、自分の生存にとっていいことをしたみたいな行動を覚えておくためですね。これをやるのは心地いいことなんだっていうことで、その心地いいことをもっとやろうっていう無意識に心が動くように、行動が促されるっていうのがあるんですけど、この達成ドーパミンの報酬っていう、サイクルが、繰り返されることで、脳の報酬系が、達成感とか、そういう爽快感、やったできた気持ちいいみたいなね、そういう感覚、快感が、湧くのは報酬系なんですけど、そういう回路が強化されることで、脳全体がだんだん構造化ってくるんですね。自分は行動すれば達成感を得られる存在だっていう風に、脳が学習していくってことですね。つまりは。やればやるほど自分にとって心地いいものが返ってくる。達成すればするほど自分にとってはいいことだみたいな。そうそう、快感が得られるってのを、脳が学習することによって、やればできる、達成できる、私ならできるっていう自動思考ですね。そのポジティブな回路が強化されていくってのがありますね。これがやればできる、自己効力感の土台になりますね。自己効力感を高めれば、先ほども言った通り、自己肯定感も上がっていくので、自分に自信を持つことで、私は私のままでいいんだって受け入れられるようになるんでね。ぜひとも達成を繰り返して、私はやればできるっていう自動思考を作り上げてみてください。で、3つ目ですね。これも科学的根拠の高い、世界中の研究機関で、実証されてるテクニックですね。それはセルフコンパッションって言われるテクニックですね。これは簡単に言ったら、自分自身に自分へのアドバイザーというか、カウンセラーを作るっていうイメージですね。自分専用のカウンセラーを心の中に持つってことですね。セルフコンパッションっていうのは、自分に対する思いやりですね。今回はダメだったけど、私だったら頑張れば、次できるようになる。だから落ち込まずに少しずつ成長していこうみたいなね。自分自身に対して、自分の背中を押すような言葉をかけるのが、セルフコンパッションですね。セルフコンパッションについてはまた詳しくはまたちゃんと動画か、他の動画で詳しくしていこうと思ってるんですけど、ここで言うポイントは、仲間意識を持つですね。自分自身に対する言葉なのに仲間意識と思うかもしれないですけど、自分一人じゃないっていう自分自身への語りかけで、これが効果が高いと言われてますね。自己肯定感を高める効果が高いですね。失敗したのはあなただけじゃないですよ。あなたが悪いわけではないですよ。他の人も失敗しやすくて、よくある間違いやすい出来事の一つですよ。みたいな。自分だけじゃないみたいな。
自分だけが悪いんじゃないみたいなね。一種の甘えみたいな感じにも聞こえる人はいるかもしれないですけど、他の人は関係ない。私は私だから、みたいな人もいるかもしれないですけど、自分自身を励ますとか、セルフコンパッションをするっていう目的で言ったら、自分一人だけじゃないみたいな、そういう他の人もいるみたいなね、そういう仲間意識を持つのは大事なポイントですね。で、自分自身を責めそうになったら、なんてダメなやつなんだ、やっぱりダメなんだっていう、そういうネガティブな自動思考が湧いてきたら、辛かったな。でも人生生きてればこういう辛い経験も誰だってあるよな。世の中にはもっと自分より苦しんでる人もいるわけで、みたいなね。こんなことで悩むのは私だけじゃない。これよりもっと深刻な問題で悩んでる人も大勢いるわけだから、物事がちょっとずつよく進むように、改善していこう。自分のできることから改善していこう。みたいなね。そういう言葉を投げかけていく。ポイントの2つ目は、そういうふうに、進歩的な考えに、結論にたどり着くようにするですね。セルフコンパッションは。ダメだった。いいか、どうでもいいや。どうせできなくてもいいやって投げやりになるんじゃなくて、今回ダメだったね。でも、ここさえ改善すればうまくいくはずだから、ここを改善して、より良い未来に行こうみたいなね。そういう進歩的な結論に行くようにアドバイスするっていうのは、セルフコンパッションのポイントの一つですね。だから、要は、落ち込んでる自分に気づき、慰め、励まし、未来を見せる。より良い未来を見せるっていう、そんなイメージですね。自分の中に自分の専用のアドバイザー、コーチ、メンターとかそういう師匠を作るってのも分かりやすいかもしれないですね。で、セルフコンパッションの科学的エビデンスですね。セルフコンパッションっていう概念は、テキサス大学の心理学者であるクリスティン・ネフ博士によって、発見された、提唱された、概念であって、セルフコンパッションの効果に関する論文っていうのは、世界中で研究されてますね。で、自己肯定感を下げる自己批判ってのは、脳を戦闘モードにし、ストレスホルモン、コルチゾールの分泌が増えると言われてるんですね。要は自分の批判に対して、ストレスを強烈に感じやすいってことですね。で、そのセルフコンパッションっていうのは、その自己批判、ストレスの元になる自己批判を緩和して、幸福感とか安心感を感じている時に出る、オキシトシンって言われる、神経伝達物質があるんですけど、そのセルフコンパッション、自分を慰めることで、それが出やすくなるっていうのがありますね。そのオキシトシンが出ることで、自己批判によるストレスも緩和されて、脳とかメンタルが健全な方向に向かうっていう、そんなイメージですね。なんで辛い時こそ自分を責めたくなる時ほど落ち込んでる親友を励ますようにっていうよく言われる例えなんですけど、そういう風に自分を励ますっていうのは大事ですね。で、今紹介した3つのトレーニングで重要なポイントっていうのは1つだけですね。完璧主義を目指さないってことですね。最初から建設的に考える、なんというかポジティブな未来を出るようになるっていうのはなかなか難しいと思うんで、まずは自分自身の感情に自動思考に気づくとこから始めて、ちょっとずつ、自分を慰められるようになったり、あとは建設的な考え方、ポジティブな考え方ですね。できるようになったり、ちょっとずつね、自転車の乗り方を覚えるように、少しずつできるようになっていくっていうのが、ポイントですね。自己肯定感を高めるためのやり方で、できなくて落ち込んでたら本末転倒じゃないですか。自己肯定感を下げないポイントの一個でもありますね。完璧主義にならない。自分自身に期待しすぎてるから、自己肯定感が下がっちゃうみたいなのも原因の一つとしてあるんで。自分はできるはずなのにできなかった。自分はなんてダメなやつなんだ。みたいな。こういうのも自動思考ですよね。なんでちょっとずつできるようになるっていう意識を持つのは大事ですね。でも見ている人の中では回路というのであれば長年使ってきた回路だから今更変えられないよとか、あとは結局はポジティブ思考になるってことでしょみたいな、そういう根性論みたいなね、思った方もいるかもしれないですけど、そうですよね。長年使ってきた思考だから、脳の回路として刻み込まれてるというか、なかなか抜け出せないっていうのは、すごくわかりますね。俺もちっちゃい頃から長年人と関わるのが苦手だから、みたいな。やっぱり人とうまく話せなかった、みたいな自動思考がずーっとあったんですけど、なかなか抜け出せなくて、それが当たり前だと思い込んでたみたいなね。悪いことだとも思わずに、ある意味そういう意味では自分を受け入れてたから、自己肯定感は高かったとは言えるんですけど、そういうのも認知の歪みだったというかね。俺人と話すの苦手なんだよねとか人に言うと、嘘でしょそんなこと全然ないよ。コミュ力の低さとか全然感じないけど、みたいな。こういうと自慢っぽく、いや、俺が言ってるわけじゃないですよ。周りの人が、ちょっとそういう風に言ってくれた人がいるわけで、危ない危ない。ちょっと一応ね、はい。なんで、自分はずっとコミュ力低くて、人と話すのが苦手で、みたいな。会話なんてモテんのかと思って生きてたんですけど、
そういうのが人付き合いの悪さとか、未だにちょっとあるんですけどね。そういう自動思考みたいな、そう、人と関わってもうまくいかないみたいな、あったんですけど、話が苦手なように感じないみたいなね、そういうのを言ってくれた。コミュ力あるよねみたいな言ってくれた人がいたおかげで、自分は人と関わるのが苦手ってのは思い込みなのかもみたいなね。一つで外れてって、自分から話しかけれるようになったみたいなのがありますね。なんで長年使ってきた思考回路でも、思い込みだって気づくことで一気に道路が封鎖されるじゃないですけど、そのネガティブな結論に行っちゃうしか高速道路ですね。に通行止めの表紙が立つみたいな、先ほど言ったイメージですね。ことが、ガラッと変わったりする場合があるので、一度騙されたと思って、紙に書き出すやつからやってほしいですね。客観的な事実、感じた感情を考えた結論というか自動思考ですね。書き出して、歪んでる結論だったら、それを修正していくっていうやり方ですね。だから根性論とかでもなくて、その脳の配線を変えたから、もう高速道路の整備をしたからこそ、変えられることができる。そんな簡単に変わんないよと思うかもしれないですけど、ちょっとしたことでガラッとね、変わったりする場合もあるんで、騙されたと思って一回やってほしいですね。神経回路なんで、そんな、その気づいた時ははってなるかもしれないですけど、また使わないうちにまた細くなっちゃったりするんで、その使い続けるって、道を太くしていくっていうのは大事なんですけど、道の切り替えですね。先ほど言った道路を封鎖する標識を立てるみたいなね。そういうのはできると思うんで、そんな簡単に変わらないっていう思い込みも捨てて、ちょっとずつ実践してほしいですね。あとは無理にポジティブ思考になるっていうわけではなくて、今回の話っていうのは、自己肯定感を下げる自動思考を改善しようみたいなね。そう、自分を励ます。自分自身を受け入れられるように、そういう感情とか、そういう思考に自動的に行くように、脳の神経回路を作り変えましょうねっていう話なんで、そう、ちょっとずつできることを増やしていって、できたという経験を増やしていって、配線をちょっとずつポジティブな方向に、自分を認められる方向に、向けていくっていうのは大事ですね。なんで脳のリハビリじゃないですけど、なんて言うんだろうな。道路とか建築物とかすぐ立たないじゃないですか。1日で終わんないじゃないですか。高速道路作るってなったら。何ヶ月も、下手したら1年単位かかったりすることもあって、脳の回路も一緒ですね。ちょっとずつ配線を切り替えて、ちょっとずつ道を太くしていって、繰り返し自動思考、ポジティブな、自分の認めるようなポジティブな、回路を、使い続けるっていうのは大事ですね。地道に続けていくっていう経験が増えることで、すぐ諦めるっていう癖も治りますし、そうそうそう。1日1ミリでもいいので、亀の歩みでもいいので、ちょっとずつね、自分を認めるっていう行動を増やしていくっていうのは大事ですね。今回のまとめですね。自己肯定感っていうのは分かりやすく言ったら自分を認める感覚のことですね。生まれ変わってもまた私でいたいって思えるのが究極ですね。で、その感覚ってのは生まれつき持った才能ではなくて、脳の神経回路ですね。思考回路って言った方がいいのかな。自分はなんてダメなやつなんだみたいな。やっぱりダメだったっていうネガティブな自動思考が、自己肯定感下げる原因なんで、その、やっぱりダメだったを、やればできるんだっていう思考回路に変えていく。自分を励ます目的地に向かうように道路を切り替える。新しく作っていくっていう、そんな感じでしたね。そんなイメージでしたね。で、脳の可塑性っていうのがあって、神経回路っていうのは、思考回路でも含めてですね、使えば使うほど強化されていくっていうのがあるんで、そうそう、使い続けていくっていうのは大事ですね。なんで今日からぜひとも自分を責める高速道路を使うのをやめ、通行止めの標識を置いて、自分はやればできるんだっていう励ます、自分はこのままでいいんだって思える、自分を肯定できるような結論にたどり着けるような高速道路ですね。を、地道に一歩ずつ、少しずつ、そういう回路を作り上げていってください。その小さな積み重ねが、あなたの能力開花とか、自己成長ですね。あとは、自己実現につながる、確かな道に変わっていくはずです。まずは今日紹介した3つのやり方ですね。をぜひとも、試してみてください。で、やってみたよっていう感想とか、コメントをくだされば、めちゃくちゃ励みになりますね。それが私の、自己主な言い方だけど、自己肯定感を高めるきっかけになるので、ぜひともご協力お願いします。なんてね。また、この動画が少しでも役に立ったな、面白いなと思ったら、ぜひともチャンネル登録、高評価お願いします。関連動画は、どうしようかな。
関連動画は自分の人生を見つめるですね。自分の人生の3つの価値基準ですね。自分の人生は何のためにあるのか、何のために使っていくのかっていう、その自分の人生の目的の基盤になるような考え方、価値観ですね。を見つけるための、3つの価値基準があるんですけど、体験価値、創造価値、態度価値ですね。関連動画として開けておくので、よかったら見てみてください。生きる目的とかね、人生の目的を決める、基準になるかなっていうものがあるので、参考になるんじゃないかなと思います。はい、てなわけで、最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録100人ありがとうございます。これからも500人、1000人、1万人と目指して、日々ね、良質なコンテンツを投稿できるように頑張っていきます。ということで、はい、またよかったら次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね